はい、こんにちは。ディスクロードのブレーキローターが減ってきたんで新しいものを購入しました。で、今まではシマノを使ってたんですけど、今回はカンパニオーロのローター03っていうものを買ってみました。結構愛用してる人はこのローターすごくいいよって言うんで、その外観とか重量、使い心地なんかをレビューしていこうと思います。はい、でそもそもなんでカンパニオーノのブレーキローターを買ったかって言いますと、今まで使ってたシマノのブレーキローターにちょっと不満があったからなんですよね。これがね RT の CL800 っていう、現行のディラエースとかアルテグラとかに、ラインナップされているディスクブレーキローターです。でシマノのブレーキローターって、ブレーキパッドが接する部分はステンレスで、挟まれたこのローターの芯の部分がアルミでサンドイッチされた3層構造になってるんですけど、重量が軽かったりとか、中央に熱伝導性のいいアルミがあって、しかもこういうフィンまでついてるんで冷却性能が高くて、連続でブレーキをかけてもパッドの温度が上がりにくい、フェードしにくいっていう特徴があるんですけど、これがねちょっと反りやすいんですよ。この両側のステンレスの部分の肉厚が実は左右で違って、ハードブレーキングで温度が上がると熱膨張率の違いでこのローター自体が反っちゃうんですよね。この現行の CL800 になって多少緩和はされたんですけど、それでもやっぱりハイスピードからのブレーキングとか、長い下りなんかだと徐々に反ってきてパッドにシャラシャラ擦ってしまいます。でそれに加えて、このローター芯の部分がアルミで柔らかいんでちょっと曲がりやすい気がするんですよね。でまだこっちの 140mm ローターの方は大丈夫なんですけど、こっちの160の方は径が大きいこともあって、車に積んで運んでる最中とかなんか当たったりした時なんですかね、ちょっとずつ反ってしまってることがあります。ヒルクライムの途中とかダンシングでシャリシャリなったりするとストレスなんで、他のを試してみようっていうことで、今回はこの一部で評判がいいカンパニオーロのブレーキローターを買ったっていうわけです。でカンパニオーロのローター、この03っていうのとこの03がついてないディスクローターと実は2種類ラインナップされてます。この形状がねすごく似てるんですけど、03ついてる方が上位モデルで、このローターの中央部のスパイダー部分がアルミで、無印の安い方はスチール鉄製になってて、重量が結構違うみたいです。じゃあねこのブレーキローター開封していこうかなと思います。こういうシールもいちいちカンパニオーロのロゴがあって、なんか切るのもったいない気がするんですけど、こんな感じですね。ローター本体は、こんな感じ。ロックリングは付属しません。形状自体は、すごくシンプルですね。こっちのシマノと比べてもこの外周の切り欠きとかもない完全な円形ですし、この肉抜きの穴も同じ大きさの穴が一周にわたって連続して開いてるような形状です。かといってなんか安っぽいわけではなくって、なんかちょっと落ち着いた感じで私は結構好きですね。でね、見て感動したんがここですね。ローターの外周部、これねディスクロードが UCI に認可される時に、なんかここで怪我しないように丸めなさいっていう指示があって、なんで市販のディスクローター見るとこの角の部分面取りされてエッジが丸まってるんですけど、このカンパニオーロのやつがもうなんか鏡面になるほどツルッツルに磨いてあるんですよね。こう触ったらねなんかツルツルして気持ちがいいぐらいです。ここがめちゃくちゃスムーズだから性能にどう影響するかって言われるとほとんど意味はないんですけど、なんかでもこういうとこの仕上げ見ると値段張ったけど買ってよかったなって思いますね。趣味性の高さみたいなところを刺激してくる感じですね。厚みも測っておきましょうか。マイクロメーターで 1.78 ミリってとこですかね。ちょっと別の部分でもいきましょう。やっぱり 1.78 ミリですね。でローターの表面にはウェアリミット摩耗限界が
1.65mm って書いてあります。これがね、シマノのローターに関しては確かリミットが 1.5mm なんですよね。なんで同じようなブレーキローターでもメーカーによって何ミリまで使えるよっていう数値は違ったりします。はい。で、フロントの 160mm の方も開封しました。でせっかくなんでこのカンパニョーロの03ローター 160mm と 140mm でシマノの CL800 160mm と 140mm 重さを測って比較していきましょう。ただこっちのシマノの方は摩耗限界付近まで使ってるんで、細かいこと言うと若干新品状態より軽くなってるとは思います。なんであくまで参考としてください。じゃあまずシマノの RT-CL800 の 160mm から測っていきましょう。こちらが 107g 軽いな。芯がアルミなんでこういうフィンがついててもやっぱり重量は軽いんですよね。大手ブランドの中ではぶっちぎりで軽いです。次にカンパニョーロの03ローター 119g、こんなもんかなって思います。決して重くはなくて標準的な重量です。もっと重いローターいくらでもありますね。じゃあ次、リアに使っている 140mm、まずはシマノの CL800、こっちが 89g で、同様にカンパニョーロの03ローターの 140mm、これが 99g。フロントに比べるとこっちの 140mm の方は重量差が少ないような気がしますね。で、重量をまとめるとこんな感じです。フロントが 13g 差、リアが 10g 差という結果になりました。ちなみにネットで拾った新品の CL800 とか CL900 の重量がフロント 111g、リア 94g だったんで、だいたいシマノと比べるとフロントの 160mm でプラス 9g、リアの 140mm でプラス 5g、十分許容できる範囲かなと思います。じゃあ早速ね、ローターを取り付けてテストをしてみたいと思います。取り付けましたけどめっちゃかっこいいですね。このローターがシンプルなんですけど、このスパイダーが程よい肉抜きで、しかもこのブラックで締まってて、このフレームとのデザインがすごい合ってる気がしますね。今回シマノの R8170 アルテグラのブレーキキャリパーと同じシマノの L05ARF フィン付きレジンパッドで使用しました。シマノ純正のアイステックのブレーキローターと比べると最大制動力は少し控えめな印象があります。ただその代わり当て利きからリニアに効いてスピードコントロールしやすいように感じられました。集団内のスピードコントロールや下りの当て利きなど微妙なコントロールに向いたフィーリングかなと思いました。そしてこのブレーキローター一番評価できるのはお隣のしにくさですね。シマノのアイステックブレーキローターはアルミとステンレスの3層構造であることが原因で、連続ブレーキングで温度が上がるとブレーキローター自体が反ってパッドに吸ってお隣しちゃうんですよね。それに対してカンパニョーロのブレーキローターはローター面がステンレスの一枚ものですし、このアルミスパイダーとローターの部分にわずかに遊びがあるセミフローティング構造となっているため、温度が上がってもブレーキローター自体の熱膨張を吸収するような仕組みになってます。ヒルクライムレースの下りみたいな連続でブレーキをかけ続けてブレーキローターがかなり高温になる状況でもお隣は発生しませんでした。ということでこのカンパニョーロのブレーキローター8ヶ月間にわたって距離3300キロほど使ってきました。ブレーキの当たり面結構吸った跡がいってますし、ブレーキ時の熱できつね色に焼けていたりもします。体感的にはまだまだ使えそうなんですけど、ブレーキローターの厚みが何ミリかマイクロメーターで測っていきたいと思います。まずフロントに使っていた 160mm ローターからです。これは新品状態では 1.78mm あったんですけど、
3300キロ走行後のブレーキローターの厚みは微妙に測定誤差があるんですけど 1.69 ミリから1.7 ミリぐらいですかね。で次にリアに使っていた140ミリローターです。こちらはハードブレーキが少ない代わりに当て聞きが多いのとローターの外周が短いんで摩耗自体は早いかもしれないですね。 1.67 ミリフロントよりも減ってますね。ということでまとめると3300キロの使用でフロントローターが 1.78 ミリから 1.69 ミリへ、リアローターが 1.78 ミリから 1.67 ミリに減っていました。そしてこのブレーキローターの限界の厚さが 1.65 ミリとなってるんで、新品状態から摩耗限界になるまでの距離を計算すると、フロントにつけた160ミリローターはおよそ4800キロ、リアにつけた140ミリローターはだいたい3900キロという計算になります。平地を走るか峠ばっかり走るか、使用状況にもよるんですけど、比較的アップダウンがある道を走る私の場合、だいたい4、5000キロで前後のブレーキローターの寿命になるかなといったところです。はい、ということで今回はカンパニョーロのブレーキローターをレビューしてきました。非常に仕上げが良くって重量もそこそこ軽い、スピードコントロールがしやすい、フィーリングに優れた製品でした。さらに下りで連続ブレーキングしてもローターが反らず耳障りな異音がしないっていう点も評価できます。その一方でコストパフォーマンスっていう点では少し劣るかなと思いました。このブレーキローターは1枚9000円ぐらいと結構いい値段するんですけど、私の場合だいたい4、5000キロでローターが寿命を迎えることになります。バイクに乗る頻度とか使い方によってこの辺りの考え方は変わってくると思うんですが、年間走行距離が多い人にとったらこのブレーキローターの交換コスト結構無視できないものになるんじゃないかなと思いました。全体的な評価としては、性能面では優れているけどその代わりコストパフォーマンスはあまり良くない、コストよりもブレーキングの品質を求める人向けの選択肢かなと思いました。で、私としてはブレーキフィールとかこのローターが反らないことにすごく価値を感じてますし、半年以上使っても全然ローター自体触れてこないんで、ロードバイク用としては次もリピートして使おうかなと思っています。はい、ということで今回の動画は以上です。今後もこういう自転車のパーツとかのレビューしていきますんで、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。